皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。さて、化学反応を含むシステムに対して数式モデルを作る場合、反応速度式が必要です。そこで今回は、反応速度式について分かりやすくお話しします。今、ビーカー内で反応液を十分に攪拌しながら、物質 A が物質 B へと変化する化学反応実験を行ったと仮定します。一定時間ごとに反応液の一部をサンプリングし、物質 A の濃度 CA を測定しました。得られた測定値をプロットし、ここに示すような図を得ました。この図について考察してみましょう。CA は指数関数的に0に向かって減少することがわかります。高校生は隣り合う測定値に直線を引き、その勾配、すなわち変化率を求めるでしょう。例えば、時刻 ti における測定値 cai と時刻 ti プラス1における測定値 cai プラス1を使う場合、変化率はこの式のように計算することができます。図からこの変化率は時間の経過とともに減少することが明らかです。一方、CA を連続的に測定できる場合、その測定値はどのようになるでしょうか。それは各データを通るように描いた曲線のようになるでしょう。これを反応曲線と呼びます。今、任意の時刻 t における A の濃度を CA とします。そして、それの反応曲線上の点において接線を引きます。その勾配、すなわち dCA by dt は変化率の時間間隔を無限に小さくした時の CA の濃度変化を表します。この値もまた反応開始時に一番大きく時間の経過とともに減少することがわかります。今、反応速度を V で表すと、反応速度はこの勾配を使って1式のように与えられます。その単位はモルパーメーター3乗ミニッツです。すなわち反応速度は単位体積単位時間あたりに変化する物質の量です。図から反応速度 V は時間の経過とともに連続的に変化することがわかります。ここで符号マイナスがついているのは反応速度が正の値を取るからです。図の反応曲線上の接線を見てください。それは右下がりの勾配なので dCA by dt は負の値を取ります。よって反応速度を正の値とするには dCA by dt の前にマイナスをつける必要があります。次に反応速度式について考えましょう。1式を反応速度式とするには、その右辺に反応速度の関数式を設定しなければいけません。差図を見てください。実験値は明らかに曲線的に変化しています。これは反応速度の関数式が CA の関数であることを意味します。関数式はもちろん測定値の変化に従って決定されます。最も簡単な方法は2式のようなべき乗則型の式を使うことです。ここで k を反応速度乗数または単に速度乗数 n を反応次数と言います。これらは差図の実験データの時間変化から決定されます。n は0、
0.5、1、2など様々な値を取ります。また、酵素反応の反応速度の関数式は算式のような分数式になります。これを見返りスメンテン式と言います。本式中の速度パラメータ Vm、Km もまた、さ図のような測定値の変化から決定されます。それでは、2式、3式のような反応速度関数はどのようにして決定されるのでしょうか。これには主に次のような方法があります。1つ目は推定される反応機構に基づく方法です。例えば、反応物質が A であり、その2分子が反応して別の物質を生成することが分かっているものとします。この時の反応模式を4式のように表します。質量作用の法則を適用すれば、反応速度関数は5式のように与えられます。質量作用の法則については後の動画でお話しします。また、酵素反応では6式のような反応機構に対し、7式の見返りスメンテン式が導かれます。2つ目は、反応機構を考慮することなく、測定値の時間変化に合いそうな任意の式を設定する方法です。例えば、2式のべき乗則型式などを用います。式中のパラメータは、計算値が測定値に適合するように決定されます。この方法は、式の物理的な意味よりも、計算式を迅速に得ることを優先する場合が多い工学分野でよく用いられます。今回の動画では、数式モデリングの基礎、反応速度式についてお話ししました。その内容をまとめます。1、反応速度は単位体積において単位時間あたりに変化する物質の量を表し、その値は反応曲線の接線の勾配から求められる。2、反応速度式は着目成分濃度の時間変化の測定値から反応速度関数を決定することにより完成する。3、反応速度関数は推定した反応機構に基づく方法、または反応機構を考慮することなく測定値の時間変化に適合しそうな任意の式を設定する方法により決定される。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。